皆さん、藤井葵です。今日はBGM 俺ということで、葵の声で普段動画で使っている効果音とか BGM とかをすべて入れていきたいと思います。待って、全然入ってると思うんですけれども、でオーディオコメンタリーもいたしますので、まあカオスな動画になるかもしれませんが、ちょっとやってみたいと思います。笑ってんじゃん。で、なんで自分でと言いますと、そういえばですね、花染色ってさ、和風の楽器わかるかな。みんなパクチーが食べられないということがついに世の中に発覚したわけですけれども、今のところ今に全く食べられない食材っていうのがパクチーオンリーなんですよ。バキューンパクチーさえ食べれるようになれば、もう何でもどんとこい超常現象の食レポ女王ってもんですよ。もうね、食べるしかない。これはそこで甘み、酸味、塩味、苦味、多様する辛味、辛味でどれかでこうなんとかパクチーの味を打ち消せないか、もうこれ打ち消せ食べられますっていうのを検証したいと思います。チリン。今効果をしてた。まずは甘み。いや、でかいわ。ミントこんなにでかくないでしょ。ケーキの半分ミントじゃん、これじゃ。パクチーじゃなくてミントだとしても多分ミントケーキになっちゃうから。いただきます。次何が来るかな。うそ。ちょっと今のは散ってしまったかもしれないので、パクチーの量とケーキの量の対比を変えました。パクチーをじゃあもう一回試してみましょう。もう一回2回取り直したんですか。いいよいいよき。でも打ち消せてると思います。これいつもだったらあーってなるけど結構打ち消せるかも。もみすごい。続きまして酸味。今度はパクチーをめっちゃレモン汁にしゃぶしたいと思います。このくらいすごいいい香り。すごい出てるんだっていうものめちゃくちゃそのままかと思った。大丈夫でしょう。バキューン。違うわ、もう集中できない。もうね、本当にこれ全然美味しい生ハムにパクチーをくるくるしております。よく生ハムルッコラと一緒に食べられるじゃないですか。もう見た目はピッツァに乗せてもいいようなぐらい。そう、見た目はね、割とね、いけそうだったんだよ。いただきます。緑とね、ピンクが相まって。最初いけると思ったんだよね、やっぱり生ハムの香りが強いから。このぐらいダメだったらこのぐらいにはなりました。そうよ、60。ダメだ、やっぱりダメです。チャンネルならではのサイヤン。超カカオチョコレートクオリティ高すぎ。なんとカカオ 95% です。これはもうね、ほぼカカオです。はじめにパクチーをいただきます。高カカオね。これ結構意外とね、高カカオチョコレートが辛かった思い出がある。 95%。これは全然邪魔だから。みんな今カカオが味を感想ないんですけど、パクチーの後味はほとんどしません。これはピポン。やったー、いける。カカオの味が強すぎて、旨味は葵が大好きな、もう1日1袋ぐらい食べてしまうぐらい大好きな韓国海苔です。今のよだれじゃないよ。ページめくるとね、おしいペラペラペラってやついただきます。はい、美味しいっていうくだりだからさ、よだれ出したみたいな音になっちゃった。これね、口に入れすぎたんで噛めなかった。だってごま油はどこへ。今海苔にハマっていて、最後はずーっと夜食べてるんだけど、それでもやっぱダメだ。辛味といえばですよ、これですよ。いやー、まあここまでね、辛いものだったらさすがに感じないのではないかと思います。では先にデスソースをいただきます。おー、おいしい。来ましたいけ。やっぱダメだ。あとおいデスソース。デスソースの辛みとパクチーはすっごく相
います。多分チリソースとかつけるかそうら結なんだよ構打ち消されます。辛みで打ち消されるわけではなくて、逆にうまみで打ち消されました。成功って言ってもいいんじゃないでしょうか。すっごく良くて、普通に料理みたいな感じ。いいよやばいデスソースよ。一番美味しかったかな。ちょっとめっちゃ量増えてるんですけど。辛みというよりはだってもう葉っぱ味よこれ。量がおかしい。もう野原じゃん。野原に生えてる量じゃんこれ。いただきます。ちょっともうちょっと似てると思ったんだけどな。デスソースならいけるかもしれない。これは YouTuber さんがよく使うすごい。ちょっとということでオチの時とか見事悲しい成時の功したのはチ苦味と辛辛みみと似てなかったね。いやーちょっとね葵のようにパクチーが苦手な方は参考になるんじゃないでしょうか。皆さんもちょっと下の五感ちょっと試してみてください。じゃあねーカオスすぎるだろう。まあちょっとねどうなってるか完成はまだ見てないんですけれども、葵が普段使っている動画の効果音と同じ音を入れているので違う動画を見て、違う動画を見て違う動画とこう見比べてみてください。いや多分そっくりになってると思います。